ここでよく混ぜます。超簡単。もう完成です。これ豆腐を使うことで冷めてもしっとりと美味しい。めっちゃうまい。さあ今回もババッとババご飯ご視聴いただきありがとうございます。じゃあ今回は豆腐3種。漢字で書くとなんかすごいですね。ババッとババご飯。豆腐ナムル、材料はこちら。木綿豆腐1丁、小ネギ3本、本だし 2g、塩小さじ1、黒胡椒適量、ごま油小さじ1。じゃあまず1品目、木綿豆腐を使って豆腐のナムルを作りたいと思います。ナムルというとね、野菜とか韓国料理ですよねのイメージですけども、今回は豆腐で豆腐はですね、こう水をなるべく切りたいので、今回はこういう風に立てて置いとくだけでも結構水分出てきますんで、じゃあその間に材料を切りましょうかね。小ネギを使います。3本ぐらいですかね。これは長ネギでもいいですし、九条ネギとかでもいいですし、何でもいいです。山さんやりながらで結構なんですけど、包丁研ぎとかも結構なんかいいのあるんですかみたいな質問あるんですけど、馬場さんどうしてるんですか？僕は包丁は砥石をですね3種類ぐらい持ってまして、粗めのものでこう刃こぼれしたやつを直してからカミソリを削るような砥石で研いでますね。安い包丁でもよく頻繁に研いでればすごい使えるんで、入れて引くだけのやつでも結構研げます。なのでそういった簡易的なものを使ってもいいと思います。じゃあ喋ってる間にネギが切れましたんで、小ネギをちょっとトッピング用に取っておきましょうかね。上にのせるようにね。じゃあここにもうある程度水分切れましたんで、こういう風にね手で絞ってもいいです。木綿だとこう絞れるんで結構で、こういう風にキッチンペーパーかなんかでこう包んでもらって、結局形崩しますんで、レンチンとかして水分切る方法もあるんですけど、冷たいまま食べたいんで絞るでいいと思います。こんな感じで。はい。である程度水分絞れましたんで器の中に入れます。でここにですね本だしを入れます。昆布茶とかでもいいです。4分の1ぐらいかな。本だしのこれ 8g なんで 2g ぐらいですかね。であとはお塩、黒胡椒、結構たっぷりめに黒胡椒入れるとパンチが出て美味しいと思います。であとはお箸で潰していきます。適当な大きさでいいです。で木綿なので木綿らしさをちょっと残したいので、あんまり細かく潰しすぎずですね。でちょっと塩気を見ますね。もうちょっと塩で、もうちょっと胡椒いきましょうかね。はい。で混ぜたらごま油ですね。これ結構パンチがありますんで、ごま油入れるともうこれだけでも十分美味しいんですけど、でお好みでニンニクや生姜を入れてもいいです。もう完成です。これじゃあ盛り付けましょう。超簡単。なんかね白あえとも違うね、本当にナムルの感じです。豆腐なのに。じゃあちょっと仕上げにネギがポロッとのせてね。はい、こちらで豆腐ナムル完成しました。もう一品、豆腐を使ってドーナツとアメリカンドッグを作りたいと思います。豆腐ドーナツとアメリカンドッグ、材料はこちら。絹ごし豆腐 150g、
ホットケーキミックス 150g、 魚肉ソーセージ1/2本、ケチャップ適量、マスタード適量、サラダ油大さじ3。揚げ物なんですけどフライパンで簡単に作りますんで、一口サイズドーナツですね。じゃあ早速作っていきたいと思います。じゃあこちらホットケーキミックスに先ほどとは違って絹ごし豆腐です。でもこれは水ざっと切ってもらってそのままドンでいいです。じゃあこちらを混ぜていきます。卵も使いません。今回は豆腐のみです。豆腐を使ってですね、牛乳や卵を使わずヘルシーに、水切りもしないので超簡単に作れます。でホットケーキミックスがちょっと多かった場合はお水を入れましょう。 OK かな。まあこんなもんで、はい、これでドーナツの種ができました。じゃあ揚げていきましょうかね。やっぱこう揚げ物で敬遠されるのはやっぱ揚げ油がもったいないとかね、ちょっと大変だっていうイメージがあると思うんですけど、今回はフライパンを使って、でフライパンをですねこういう風にちょっと若干斜めにね、これ多分家のコンロでやる場合は簡単に斜めにできると思うんで、大さじ3ぐらいの油で揚げていきます。じゃあ作っていきましょうかね。もう一口サイズにしますんで、ドーナツの穴みたいなものは作りません。こんな感じに手で丸めてもいいですよ。手で丸めてもやりましょうか。手油をつけて、豆腐を使うことで外はサクサク、中はもっちり仕上がる。手油でね、こう一口サイズでやると揚げ油も本当大さじ3ぐらいですけど少なくできますし、超簡単ですよね。でしかも揚げ油もそんな使ってないですし。じゃあひっくり返します。どうですか、このホットケーキミックスのおかげでぷっくりと膨らんでますね。すごいいい匂い。豆腐を使うことで冷めてもしっとりと美味しい。でフライパンでこう揚げて油切りもこのね上の方でやってしまえばズボラですね。ズボラ、超ズボラです。じゃあ色のいいやつを盛り付けましょうかね。豆腐ドーナツは作りましたんで、じゃあアメリカンドッグ作りますんで、魚肉ソーセージを切ります。一口大に魚肉ソーセージを切ってもらって、で爪楊枝を、これがまた豆腐の生地とですね、程よく甘い生地と相性がいいので、でこちらを準備したらまたフライパンをじゃあアメリカンドッグを作っていきます。手油をまた塗ってもらって、先ほどのドーナツよりちょっと少なめですかね。こちらの中にコーティングして揚げていきます。一口大に。よし。子供も喜びそうですね。そうですね、お子さんも食べやすいサイズで、中に魚肉ソーセージが入ってるときっと嬉しいと思うんで、おつまみにもなりそうですね。なりそうですね。じゃあひっくり返します。いいじゃないですか。外側はカリッと。こういう風に焼けてなかったらこう外してもいいですからね。後で刺してもいいんで。 OK、 こんなんでいいんじゃないですかね。よし。さあこちらで豆腐ドーナツと
アメリカンドッグ完成しました。さあそれではいただきたいと思います。じゃあまずは豆腐ナムルからいただきます。めちゃくちゃいいです。ごま油が効いてあっさりとしたナムル、ちょっと一品欲しいなっていう時にすごくいいかもしれないです。お出汁が効いてすごくナムルが締まってます。胡椒も多めでちょっといいですね。じゃあアメリカンドッグからいきますか。はい、ちょっとねケチャップとマスタードをつけていただきます。めっちゃうまい。揚げたてのアメリカンドーナツってめっちゃうまいですね。豆腐の生地がちょっとほんのり甘くてもっちもちで外はサクッとしてるんでめちゃくちゃアメリカンドーナツに合います。普通のドーナツいってみましょうかね。豆腐ドーナツいただきます。もっちりしっとり、豆腐の香りがほんのりしてすっごい食べやすい、ふわふわに仕上がってます。多分これ普通に食べたら絹ごし豆腐が入ってるとは思わないぐらい馴染んでます、生地に。ドーナツはアイスクリーム乗っけたりとかね、チョコレートかけたりしてもいいですし、蜂蜜とかねメープルシロップつけてもいいと思います。アメリカンドッグは中にチーズ入れたりとかいろいろアレンジできますんで、皆さんもぜひ作ってみてください。というわけで今回は豆腐3種お送りしました。よかったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。以上ババッとババご飯でした。